会なら何でも手に入るし、退屈なんてしないのだ。いつか海外の大都市で暮らして毎日刺激を浴びたいのだ。刺激ならあるわ。騒音と排気と逃げ場のない広告が一日中ね。いきなり夢を灰色に塗らないでほしいのだ。便利で華やかなはずなのだ。現実を見なさい。華やかな場所だけで生活の全部は測れないわ。朝の窓に見えるのは向かいの壁と動かない車の列だけです。空の色より先に広告と渋滞の赤いランプが目に入ります。これは都市全体の断定ではなく、ある通勤経路を再現した物語よ。たった一本の通勤経路でも毎日通れば生活そのものになるのだ。便利なはずなのに窓の外を見る理由が少しずつ消えていきました。ではその窓に突然全く別の景色が入ったらどうなるかしら。うわ、急に音まで消えた気がするのだ。ここは本当に同じ世界なのだ。待ってください。これは観光用に作られた背景ではないのですか？違うわ。ただの田んぼと用水路、そして誰かの暮らしの場所よ。灰色の壁の次にこれを見せられたら頭が追いつかないのだ。空と土と水が一つの窓の中にある。それだけで不思議です。あなたが見慣れている普通は別の誰かには希少品かもしれないわ。都会への憧れが開始早々用水路に吸い込まれていくのだ。鑑賞に浸る前にこの違いを作る条件から順番に見ていくわよ。景色を失ったのか、それとも見る余裕を失ったのか知りたいです。最初に範囲を固定するわ。扱うのはある地区の特定の通勤経路よ。都市の名前だけで住民全員の暮らしを一括りにしてはいけないわ。同じ都市でも公園の隣と地下通路の奥では見える世界が違うのだ。その通り。撮影地点、時期、経路が違えば比較の意味も変わるわ。私の一日は家と駅と職場を結ぶ細い線の上にありました。だから地図では都市全体ではなく、その細い線だけを示すのよ。大きな地図で語るより毎日踏む道を見る方が現実的なのだ。人口や交通の数字も同じ範囲と定義で照合できるものだけを使うわ。数字は街を責めるためではなく、私の視界を説明する手がかりですね。未確認の数字で恐怖を飾るほど安っぽい番組ではないのよ。メタンが資料を持つと僕の夢まで監査される気がするのだ。人が集中すれば住居と道路と移動の設備が多く必要になるわ。その結果、ある経路では空や土が視界から外れる可能性が高くなる。つまり空を見ることまで住む場所の条件に左右されるのだ。そうよ。ただし人口が多いだけで景色が悪いとは断定できないわ。私の経路では広場より通路、木陰より屋内の近道を選んでいました。便利さが悪なのではないわ。何を優先した設計かが問題なのよ。早く着く道ばかり選んで立ち止まれる道を忘れた感じなのだ。便利さだけを最適化すれば景色は後回しになりやすいということね。時間を節約したはずなのに節約した時間が残った記憶はありません。それは怖いのだ。時間を買ったのに景色まで支払っているのだ。比喩としては悪くないわ。でも因果関係の断定は慎みなさい。緑地が地図に存在することと住民が使いやすいことは別問題よ。面積だけでなく距離や経路、利用条件まで見なければ意味がないわ。緑色に塗られた場所があっても毎日そこを通れるとは限らないのだ。私も公園の場所は知っていました。でも通勤経路から外れていました。休日に遠回りすれば行ける場所と日常で触れる場所を混ぜないことね。毎朝見える一本の木と月に一度行く公園は同じ緑ではないのだ。数字の定義と集計年が違う資料も単純に横へ並べてはダメよ。数字が正しくても比べ方が雑なら別の物語になってしまいますね。ようやく理解したようね。データは結論ではなく観察の土台なのよ。難しい話だけど僕の言葉なら空にも通いやすさがあるのだ。少し妙だけれど生活感のある翻訳としては合格にしてあげるわ。ここからは複数の状況をまとめた私の一日の創作再現です。朝カーテンを開けても窓いっぱいに隣の建物が見えます。天気は窓ではなく机の上の気温表示で確かめることが増えました。窓があるのに空を見る道具として使えないなんて切ないのだ。窓の役割まで干渉で決めないの。ただ視界が限定されるのは事実ね。服を選ぶ手がかりは空の色より数字と周囲の服装でした。季節は肌で知る前に店頭広告から教えられることもあります。春が来たから春の商品ではなく春の商品で春を知るのだ。彼の再現上の感覚よ。都市住民すべての経験に広げてはダメだわ。それでも私には季節が画面の表示へ変わったように感じられました。便利なのに自然から届く通知だけ受け取れない感じがするのだ。駅までの道は地下通路です。雨も風も避けられてとても便利です。けれど朝の空が青かったかどうかは職場に着くと忘れています。天気から守られすぎて天気そのものが記憶から消えているのだ。守られることは悪くないわ。問題は選択肢が一つに偏ることよ。通路では案内、広告、時刻、注意書きが途切れず視界に入ります。必要な情報ですが
どれを見ないか決めるだけでも疲れてしまいます。町が攻撃しているというより見るものが多すぎるのだ。その理解でいいわ。住人ではなく注意を奪い合う構造を見るのよ。車に乗れば車列、電車に乗れば人の列、歩けば看板の列です。列から列へ移るだけで一日が終わるなんて怖いのだ。大げさな比喩も含む再現よ。でも疲労の輪郭は伝わるでしょう。昼休みには外へ出ず、広告モニターの前で食事を済ませます。休んでいる間も新しい商品と予定が次々に視界へ入ります。休憩なのに目と頭だけはずっと通勤を続けているみたいなのだ。静かな場所がないのではなく、探す余力が残っていないのかもね。遠くへ行けば緑はあります。でも昼休みの範囲にはありません。存在することと今日触れられることはやっぱり違うのだ。そうよ。だから緑地の面積だけで日常の感覚は説明できないわ。水の音を聞くには休日の予定として出かける必要がありました。用水路の音まで特別なお出かけに含まれるなんて驚きなのだ。日本でも場所によって条件は違うわ。浮かれて一般化しないことね。私が失ったのは自然ではなく、自然へ寄り道できる余白かもしれません。帰宅する頃には暗く、朝から空を見た記憶がほとんど残っていません。空を最後に見た日を忘れたというのは演出上の独白です。強い言葉ほど事実証言と創作再現の境界を明示する必要があるわ。盛らなくても十分重いのだ。朝も昼も夜も視界が狭いのだ。便利な街なら時間が増えると思っていました。でも余白は増えません。便利な街なのに景色を見る時間まで消えているのだ。街が住人を攻撃しているのではないわ。奪い合う情報が多すぎるの。必要なものはすぐ手に入る。でも何も見ない時間は手に入りません。何もない時間が一番高価な商品になってしまいそうなのだ。そこで彼は日本へ来るわ。目的は田園ではなく有名な観光地よ。まさか目的地へ着く前の窓が旅の記憶になるとは思いませんでした。観光地へ向かう途中、私は小さなローカル線に乗っていました。ここから地獄の情報量が切れて景色の主役が入れ替わるのだ。まだ騒がないの。トンネルを抜けるその一瞬を見なさい。窓の外に田畑と用水路と民家、そして大きな雲がありました。列車の音、風、牛、水の気配だけが耳の中に残りました。これが目的地じゃないの？まだ移動中の景色だなんて嘘でしょ？撮影地点や季節が確認できた素材だけを実景として扱うのよ。私はスマートフォンを構えました。でも画面を見るのをやめました。撮るより先に目で確かめないと信じられなかったのだ。トンネルで色が戻るのは演出的表現よ。実景の条件とは分けなさい。現実の中へ別の世界が混ざったように感じたのは本当です。一方、日本ではただの通勤風景よ。誰かが毎日見る窓なの。こっちは奇跡だと思ったのに地元では途中の景色なのだ。観光案内に名前がなくても私は窓から目を離せませんでした。名所の看板がなくても価値まで存在しないとは限らないわ。評価の星がついていないから誰も混雑させていないのだ。その代わり農家や住民の生活を邪魔してはいけない場所よ。美しい景色である前に誰かの家と仕事場なのですね。ようやく天目側へ来たわ。でも無責任な来産は許さないわよ。地獄から抜けたのに今度はメタンの監視が厳しいのだ。それでも窓を見続けられる時間があるだけで呼吸が深くなります。心理効果の断定ではなく彼の再現上の感覚として受け取りなさい。ではこの名もない景色を一つずつ分解してみましょうか。田んぼ、あぜ道、用水路、電柱、民家、そして視界の大半を占める空。観光用の飾りが一つもないのに全部揃うと絶景になるのだ。私の町では広い空と土と水を別々の場所で探していました。ここではそれらが同じ視界に入る。ただし日本中ではないわ。全国どこでも見られると言ったら残っていない地域に失礼なのだ。少し賢くなったわね。海外に田園がないという話でもないのよ。私が驚いたのは珍しい部品ではなく日常での組み合わせです。観光施設ではない場所に旅行者が求める景色が残っている矛盾ね。日本人は毎日見すぎて値札が見えなくなっているのだ。景色に値札をつければ済むと思うあたりまだ浅いわね。すみません。この景色の入場券はどこで買えばいいですか？無料なのだ。田んぼ見放題、水路の音も聞き放題なのだ。バカね、ここは農家さんの仕事場よ。無料遊園地ではないわ。テーマパークではなく米を作る場所だということはわかります。米を作っているだけなのに労働現場が勝手に絶景になるのよ。働くほど景色が整うなんて異常に贅沢な職場なのだ。勝手に整うのではないわ。人の手と時間が注がれているのよ。私は美しい結果だけを見てその仕事を見落としていました。私有地へ入らない、水路へ物を落とさない、作業を妨げないこと。聖域にも生活のルールと管理する人がいるということなのだ。眺める側が感動しても使う側の都合が優先される場所ですね。写真だけでは水の音や雲の影が渡る時間までは残せません。田園の価値は物の配置だけでなく時間の感覚にもあるわ。ずっと同じに見えて
雲と風と音で少しずつ違うのだ。だから静止した名所ではなく、生活と季節が重なる風景なのよ。私は予定を確認することを忘れて、しばらく窓の外を見ていました。何もしない時間がようやく何かを取り戻している感じなのだ。それも彼の感覚よ。田園を万能な治療薬に仕立てないことね。疲れが消えたのではありません。ただ、疲れに気づけました。静けさは問題を消さず、問題を見る余白をくれるのかもしれないのだ。その程度の慎重な言い方なら、干渉として許してあげるわ。都会へ戻る前に、この音を忘れないよう、耳で覚えておきたいです。ここで、母国の通勤経路と、日本の撮影地点を同じ基準で比べるわ。色の種類、空の占有、視界の奥行き、音の密度を順に見るのよ。好き嫌いだけではなく、何が違って見えるかを分解するのだ。通勤経路では壁が近く、田園では遠くの民家まで視線が届きます。ただし、地点同士の比較よ。国全体の優劣へ広げてはいけないわ。日本の都会と海外の農村を入れ替えたら、印象も変わるはずなのだ。その通り、条件を揃えない比較は、来産のための手品になるわ。私が見た差は、国籍より、毎日通る経路の設計に近いのですね。そう考える方が誠実よ。日本にも空が見えにくい道はあるわ。それでも、この田園が残る価値まで小さくする必要はないのだ。比較を慎重にしてこそ、残された価値がはっきりするのよ。勝ち負けではなく、どんな日常を選び、残すかという話なのですね。この景色は、自然が放置されて偶然残ったものではないわ。農作業、水の管理、あぜの手入れ、道路や設備の維持が支えているの。設計の裏側には、早起きと点検と、終わらない手間があるのだ。見る側には静かでも、支える側には仕事の積み重ねなのですね。自治体資料を使うなら、撮影地域と対象年を揃えて確認するわ。農地や担い手の変化も、根拠がないまま危機としては振らないこと。消えそうだと叫ぶ前に、誰がどう維持しているかを見るのだ。感動した旅行者が一度訪れるだけでは、景色は守れないのですね。当然よ。眺める人の都合だけで、農業は続けられないわ。入場券がない代わりに、敬意とルールが必要ということなのだ。珍しくまともね。地域の生活を尊重して、初めて眺められるのよ。聖域とは、誰もいない場所ではなく、誰かが守る日常なのですね。希少なのは、派手な施設ではなく、空と土と水が同時に見える環境よ。何もないと思っていた場所に、必要なものが全部あったのだ。何もないという言葉は、見る側の尺度を白状しているだけだわ。店も看板もないから空白なのではなく、別の情報があるのですね。水位、稲の色、雲の形、農作業の跡、読める人には豊かな画面よ。都会の広告より静かなのに、見るものは意外と多いのだ。違いは、注意を奪う情報か、自分から見つける情報かもしれないわ。私は初めて、視線をせかされずに、自分で置く場所を選べました。便利さを捨てる話ではなく、余白も選べるようにする話なのだ。その通り、都市か農村かの二択にすれば、考察はそこで終わるわ。暮らしの中へ、空や水へ寄り道できる道を残せるかが大切です。景観を解雇趣味へ閉じ込めず、現在の生活条件として考えるのよ。見慣れた景色ほど、失われるまで価値が表示されにくいものよ。毎日無料で見ていると、明日もあると勝手に思ってしまうのだ。旅行者の私は驚けても、維持する責任までは簡単に語れません。その自覚が必要ね。外からの称賛だけで、地域は維持できないわ。残してほしいというなら、暮らす人の仕事と負担も見ないとダメなのだ。農業、治水、交通、土地利用、景色は複数の営みの結果なのよ。一枚の写真の外側に、季節ごとの判断と費用が積み重なっています。だから、美しいから保存しろと外野が命じるだけでは無責任だわ。眺める人、作る人、暮らす人で、必要な景色は違うのだ。違いを調整しながら残すからこそ、日常の景観には価値があるの。聖域は完成品ではなく、毎日の選択で保たれる場所なのですね。そして、その選択を他人任せにすれば、普通は静かに変わるわ。決めたのだ。海外移住はやめて、用水路の音から一歩も離れないのだ。極端から極端へ逃げるのはやめなさい。しかも、そこはあぜ道よ。ここに座って、朝から晩まで日本の普通を守り続けるのだ。座っているだけでは邪魔よ。そこ、私有地かもしれないわ。嘘でしょ？聖域なのに、僕の永住許可が下りないのだ。現実を見なさい。聖域にも所有者と仕事と生活上のルールがあるわ。感動したから入ってよい。という理屈にはなりませんね。わかったのだ。あぜから離れて、道路側から静かに見るのだ。農作業の車にも注意しなさい。観光地ではないのだから当然よ。守る第一歩は、美しさを自分のものだと勘違いしないことですね。その通り、敬意のない来産は景色を消費するだけだわ。用水路に依存する計画が開始5秒で追い払われたのだ。日本人が見過ごしている普通は失われるまで価値が表示されないわ。私には特別でも
ここで暮らす人には守り続ける毎日の風景です。珍しさだけではなく、続ける仕組みまで見ないといけないのだ。あなたの街にも外国人が立ち止まる普通が残っているかしら。駅までの道、川沿いの音、夕方の空にも見落とした価値があります。みんなが残したい日本の日常風景をコメントで教えてほしいのだ。有名な場所でなくていいわ。あなたが明日も見たい景色を選びなさい。名前のない景色ほど誰かが言葉にしなければ見過ごされます。次回は海外の騒音環境と日本の静かな夜を比べる予定よ。昼の田んぼの次は夜の静けさまで当たり前を疑うのだ。具体的な場所や数字は調査と素材確認が済んだ範囲だけで扱うわ。次は音が多い場所と少ない場所で時間の感じ方を確かめたいです。景色も静けさも失う前から価値を見つけられるかが問題なのよ。日本の普通を見落としたくない人はチャンネル登録してほしいのだ。登録しない自由もあるわ。次に消える景色を見逃す自由もね。明日の通り道で一度だけ立ち止まり空を見上げてみてください。それでは次の普通を探しに行くのだ。また会おうなのだ。